日本人の9割が知らない、1割しか気がついていないブッダの教えをお話しします。この短い動画を最後まで見ると、心が軽くなっていることに気がつけるはずです。私たちの心の平和や幸せを見つける手助けをしてくれます。心落ち着くことに気がつきましたら、チャンネル登録して繰り返しお聞きください。繰り返し聞くことで、あなたの心はさらに透き通る心になるでしょう。ブッダの教えを現代の視点から分かりやすく解説していきます。皆さん、日々の生活の中で迷いや不安を感じることはありませんか？そんな時、古代から語り継がれてきた知恵の言葉が心に響くことがあります。ブッダの真理の言葉、環境の言葉は、約2500年前のブッダの教えを伝える言葉がまとめられた尊い記録です。その言葉は今なお生き続け、私たちの心を照らし、安らぎと気づきをもたらしてくれます。この動画では、そんな深遠な言葉の一部を紐解きながら、自分と向き合う時間を共有していきます。どうぞ最後までお付き合いください。第1章、真理の言葉。真理の言葉ダンマパダ、心の持つ力のお話をします。まず最初に、ブッダは心が全てを作り出すと教えています。私たちの思考や感情が、私たちの現実を形作るのです。ポジティブな思考を持つことで、より良い人生を築くことができるというメッセージです。例えば、毎日感謝の気持ちを持つことで、心が豊かになり、周りの人々との関係も良好になります。苦しみも理解してあげる。次に、ブッダは苦しみは避けられないが、それにどう向き合うかが大切だと教えています。人生には苦しい瞬間が必ずありますが、それを受け入れ、学びに変えることで成長できます。例えば、失敗を恐れずに挑戦することで、新しい経験を得ることができるのです。他人とどう接するか。ブッダはまた、他者を思いやることが、自分自身を幸せにすると教えています。人に優しく接することで、自分も幸せを感じることができます。例えば、友人や家族に感謝の言葉を伝えることで、絆が深まり、心が温かくなります。執着からの解放。さらに、ブッダは執着を手放すことが、真の自由をもたらすと教えています。物や人に執着することで、逆に苦しみを生むことがあります。例えば、物質的なものに依存せず、心の豊かさを追求することで、より自由な生き方ができるのです。今を生きる。ここ大切です。ブッダは、今この瞬間を大切にすることが、幸せへの道だと教えています。未来を心配するあまり、今を楽しむことを忘れてしまうことがあります。例えば、日常の小さな幸せを見つけることで、心が満たされるのです。あなたも思い当たりませんか？ブッダの真理の言葉、環境の言葉第一章心の力では、心の重要性が深く説かれています。ブッダはこう言います。すべての物事は心に始まり、心によって作られます。そして私たちの行い、言葉、思考のすべてが心のありようによって形作られるのです。もし心が清らかであれば、幸せがその後をついてきます。しかし心が煩悩に染まれば、不幸がその結果として訪れます。この教えは、日常生活においても強く響きます。思考を丁寧に観察し、穏やかで正しい心を保つ努力が、多くの困難や苦しみを和らげる鍵となるのです。ブッダの教えは、私たちに心を鍛える力、自分自身を変える力があることを示してくれます。それは内なる平和をもたらす第一歩なのです。第2章環境の言葉。環境の言葉。ウダーナバルガ。ブッダの教えは、現代の私たちにも多くの示唆を与えてくれます。心の力を信じ、苦しみを受け入れ、他者を思いやり、執着を手放し、今を大切にすることで、より豊かな人生を送ることができるでしょう。ぜひ、これらの教えを日常生活に取り入れてみてください。苦しみとは、誰もが人生で経験する普遍的な感情です。その形や深さは人それぞれ異なるものの、避けることはできません。では、苦しみをどう受け止め、理解すればよいのでしょうか。まず、苦しみは私たちにとって成長のきっかけとなる要素でもあります。失敗や喪失、孤独を感じる瞬間には、何かを学び取るチャンスが隠されています。そして、自分だけが苦しんでいるのではないという考えのもと、他者を理解し共感する力が生まれます。苦しみを否定的に捉えるのではなく、一つの道のりとして受け入れることで、自分をさらに深く知ることができるのです。それは強さへとつながります。苦しみを避けるのではなく、
それを乗り越える過程で人生の意味を見つけていきましょう。まとめ。ブッダの教えには、心の平和を得るための具体的な実践方法も含まれています。例えば、瞑想やマインドフルネスの実践は、心を落ち着け、内面の平和を見つけるための有効な手段です。これにより、ストレスや不安を軽減し、日常生活の中でより良い選択をする助けになります。また、ブッダは八正道という教えを通じて、正しい見解、正しい思考、正しい言葉、正しい行動、正しい整形、正しい努力、正しい気づき、正しい集中の8つの要素を提唱しています。これらは、心の成長と幸福を追求するための具体的な指針となります。さらに、ブッダの教えは、現代社会においても非常に融合します。特に、SNS や情報過多の時代において、心の平和を保つための方法として、彼の教えは多くの人々にとって価値があります。自分自身を見つめ直し、内面的な成長を促すための手段として、ブッダの教えを活用することができます。執着、それは私たちが苦しみから逃れられない原因の一つです。ブッダの教えでは、執着とは何かを強く欲しがったり、それを失うことを極端に恐れたりする心の状態だと言われています。この執着から解放される方法が説かれています。物事に固執しないことで心は自由に、そして軽やかになります。それは決して無関心を意味するのではなく、執着の重荷を下ろすことで真の幸福を見つけること。ブッダが教えているのは、私たちが喜びの中に生きるための道。その鍵となるのは、自らの心と向き合い、深く息を吸い、今という瞬間に目を向けましょう。私たちの心は過去を悔やみ、未来を案じる癖がありますが、ブッダの真理の言葉、環境の言葉は、今を生きることの大切さを私たちに教えてくれます。人生は瞬間の積み重ねです。この瞬間に心を宿し、ここにあることを感じると、執着や不安から解放される道が見えてくるのです。過去にとらわれず、未来に焦がれず、ただ、今を全力で生きる。それが心の平穏を保つ秘訣です。ブッダの教えは、永遠の真理として私たちを導き、毎日の生活に彩りを与えてくれます。一日一瞬の積み重ねこそが、生きる喜びを生むのです。ブッダの真理の言葉、環境の言葉は、仏教の教えを集めた重要な文献であり、著者はブッダ、釈迦ですが、翻訳者は中村はじめさんです。中村はじめさんは著名な仏教学者であり、仏教の原典を日本語に翻訳したことで知られています。この本は、ブッダの教えを現代の読者に理解しやすくするために翻訳されたものです。概要欄に Amazon のリンクも貼ってあります。興味が湧いてくださった方、ぜひ、本も読んでみると、ブッダのお言葉が深く心に入るでしょう。チャンネル登録、高評価、コメントもいただけると、動画制作の意欲になりますので、ぜひ、よろしくお願いします。ブッダの真理の言葉、環境の言葉を通じて、私たちは日常の喧騒の中で忘れがちな心の静寂や、本当の幸福とは何かを改めて見つめ直す機会を得ることができました。ブッダが示したこれらの言葉は、時を超えて私たちに深い洞察と生きる指針を与えてくれます。一瞬の苦しみや喜びにとらわれるのではなく、心を平静に保ちながら、より広い視野で世界を見つめること、その大切さを心に刻み、日々の選択に生かしていきたいですね。この真理の言葉が、私たちの明るい未来への灯火となりますように、最後までご覧いただき、ありがとうございました。Gallant and full upon ascent, thine eyes saw through our jaded, wasted, all foreign sentience. Spare you from such. The sky is painted clear inside, unfaded. We grow weary, tired of this burden. Please allow me to cradle thee. Faithful wings, she shall be free. Sows her endless thoughts in the river. Home art thou bound, baptized in morning dew, curtain, chrysanthemum, bejeweled robe.
Her servants plead to thee, allow us to follow.